書道の添削でまさかタニタのスケール使うと思わないですよね。はい、皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は石野果歩の書道添削第6弾ということで、選出が良くなる筆圧の書き方というテーマで見ていきたいと思います。今回見させていただく作品は、こちらになります。書道歴1年の長さんの作品ですね。こちらは楷書の作品です。今回長さんいろいろお悩みがあるみたいなので、まずはコメントの方から読んでいきますね。果歩先生こんばんは。私の書道学校に入学してからもうすぐ1年です。入学以来分かりやすい。私でもできそう。けど難しかった。でも楽しい。この3つの感情の繰り返しな気がしております。今回相談したいことは筆圧です。縦線が苦手で、毎回半紙を書く前に練習し、前回の YouTube 石野果歩の書道添削4の縦線のアドバイスなども拝見しましたが、なかなかうまく書けません。そこでもしかして私は筆圧が強すぎるのではという結論に至りました。字が相変わらず大きいのもそのせいでしょうか。筆の筆圧を測る機会はなさそうなので、料理のスケールで測ってみました。これ動画いただいてます。後で皆さんにもお見せしますね。筆を立てる瞬間は平均して13から18くらいの数値を示しました。強く書くときは数値40の時もありました。適度な筆圧とはだいたいどれくらいの強さなのでしょうか。アドバイスよろしくお願いしますということで。これ斬新ですよね。料理の重さ測る機械ですよね。あれで筆圧を測ってみたっていうことで、私もこれやったことないし、やり方合ってるかわかんないですけど、添削で使ってみたいと思います。今日はちょっとそういう笑いあり学びありの回になるかなと思うんで、皆さんも楽しみながら見ていただければと思います。それでは早速添削していきましょう。はい、それでは早速見ていきます。まず全体の批評からしていきますね。すごい穂先使えてると思いますし、筆しっかり立てて書けてますよね。で、線質も伸び伸びしてるし、すごくスッキリしていて風通しのいい書風で書けてて、私は結構好きだなっていうのが第一印象です。好みの楷書ですね。太い細いの変化もあるし、全体の字のバランスも結構取れてる方だと思うんですよ。書道歴1年でここまで左右の均衡とかバランス考えて書けてるのはすごいと思いますけどね。鳥とかもちょっと太った鳩みたいな感じで可愛いけど、でもなんかいいじゃないですか。安定感っていう部分はしっかり備えてるし、細い線出せないとかってお悩みとかはあると思うんですけど、私はかなりいい感じだと思ってます。名前に関しても穂先めっちゃ効いてるし、ちょっと大義士感感じるというか、すごいテクニックあるなって思いましたよ。名前こんなちっちゃいのに太い細い表現できてるのもかなりいいと思いましたっていうのが私の第一印象です。で、長さんが難しかったところがこの右払いだそうですね。あと字の大きさとか細い線が出し切れないとか、同じ形の線が続くときね、いろんなパターンで線を描くこと、バリエーションを増やしたいってことです。いろいろあるらしいんで、まず右払いっていうところから見ていければなと思います。いや、本当に1年でこんだけ成長できるってめっちゃ私が嬉しいです。直接なかなか添削させていただく機会とか少ないんですけれども、なんか普段から動画とか自主練習ですよね。そういうのにきちんと取り組まれてるっていうのがめっちゃ伝わりますね。嬉しいです。で、右払いが今回一番気になってるところかなと思いますので、これですよね。膨らみの付け方っていうか、この太さの持ってき方っていうのは本当にできてて、筆圧をかけすぎずに、穂先開いて、軽やかな太さの演出っていうのがめっちゃできてるなと思うんですね。ただ、一つ気になるのは、この上のライン、そして下のライン見たときに、両方、さって下がってるので、どういう印象になるかっていうと、なんか締まりがなくなるみたいな、そんな感じなんですよね。全然これでも、ブッブーとか、決してそういう意味合いではなくって、私がお伝えしたいのは、少しカチッとした部分を備えることによって、より楷書の格調が高まったりとかするっていうことなんですね。こっちも全体的に撫で型っぽいサラッサラっていくような感じじゃないですか。それで、右側もサラっていくと、どうしても、だらっとなってしまう。右払い一番の主要角で見せ場となるところでもあると思うんで、そこの部分を、もう主要角らしく、ちょっと横に運ぶぐらいの、真横に運ぶぐらいの角度に変えるだけで割とカチッとすると思うんですね。全体の拡張を考えた時には、真右に払ってあげるぐらいの感じのイメージを持ってあげると、より良くなるかなっていう感じがしました。これ本当に印象の話なんで好みもあると思うんですよ。撫で型っぽくストンっていくのがお好きな方もいれば、もうほんとファッションと一緒ですよね。そういうなんかストンっていう感じのがおしゃれって思う人もいるかもしれないし、で、私の場合は服装とかでもそうだけど肩とかカチッとするのが好きなんですよね。だからそういう好みも
若干は入ってくると思うし、書風も楷書一つとっても色々あるっていうのが書道の世界だし、不正解って簡単に言えることではないんです。ただ、私の好みの中では、こっちが撫で型の時は、こっちは割と横に引っ張った方が、全体の拡張が保てるっていう意味で、今回のアドバイスをしています。自分の好みと照らし合わせて、あ、加穂先生っていうこと確かになって思っていただけたら、ぜひ取り入れていただければと思いますし、好みと違うなとか思ったら、もう全然スルーしていただいていいかなっていう要素ではありますね。で、この風とかも、本当に似たような話になってしまうんですけど、同じ角度でこう降りてくると、どうしても締まりがなくなってしまうっていうのが、楷書において、どんな字でも共通することなんじゃないかなっていうふうに思っています。いろんな固定に触れると、時間をかけて身についていくものなんですけど、多分、両側同じ角度で降りてきてるものって、そうないと思うんですよね。こっちは垂直に近い。起筆と収筆で線で結ぶとほぼ垂直みたいな。そんな感じの立て方にしておきます。で、こっちはもう長さんが今書いていただいているような角度。こっちは広がりを強くする。例えばですよ、こんな感じで、これ左右非対称にしておく。こっち締めるよ。こっち広げるよっていう風にしておくことによって、文字の均衡ってうまくいくんじゃないかなっていうところ。ここの引き締まり感とか、かっこよさとか追求する場合には、角度のちょっとしたところっていうのを見ていただけると、今後さらに上達がしやすくなるんじゃないかなっていう風に思っています。お手本通り書いたやつもなんか違うなとかっていう時って、ちょっとした角度の違いだけだったりとかもするので、そこって簡単に解消できる部分で、でもなかなか気づきにくい部分というか、そういうところでもあったので、今回お伝えさせていただきました。ね、送るにもこう右払い出てきますもんね。私この右払いの軽やかさ、ほんと武器だと思います。長さんの良さ。これ多分みんな憧れるぐらいほんとスッキリしている感じだと思うんですよ。古典で言うとほんと長毛譜とか、文鳥名とか、なんかそのぐらいのほんと大義士めっちゃ好きみたいで、大義士ラブみたいな作家がこう練習して、鍛錬して出来上がる軽やかな右払いの太さっていうか、すごいそんな感じがするので、これはもうどんどん伸ばしていきましょうよっていうところではある。ただ、だらっとはして見える。ここでカチッとした角度の変化が入ってくれば、パーフェクトになるのにっていう。筆使いは本当にいいですよ。筆圧に悩んでる人と思えないぐらい。今回メイン筆圧の話なんすっかり忘れてた。ここの部分でカチッて止まって、このキレですよ。この、俊敏な動きができるかできないかっていう話になってきます。筆使いのテクニックはいいので、あとは緩急ですよね。俊敏にピタって、これができるかどうかです。ピタッ、ピタッ、ピタッ。二の腕揺れるんじゃないかっていうぐらい、いきなり止まるっていう感じ。ピタッて、コツって止まってくださいね。そうすると、初めて、この線が生きてきます。テクニックはこのまま、リズムをつけていってみてください。で、字の大きさがでっかくなるのが筆圧のせいなんじゃないかっていう話なんで、長さんが実験した、この映像をまずご覧ください。皆さんどうでしたか？すごい斬新でしたよね。面白いアイディアだと思います。で、私もこれやったことありません。今初めて添削でこの長さんと同じちょっと実験を試みようと思ってるんですけど、いざ私が書くとどのぐらいのグラム数になるのか、長さんは 13g から 18g 平均で叩き出すということなんで、私はそれ以下をもちろん目指しますよ。ただいつも通りやります。私が平均というわけでもないので、私はこのぐらいっていうのをちょっと今から書いてみたいと思いますね。こうやって、書道の添削でまさかタニタのスケール使うと思わないですよね。紙を押さえるのこの辺とかでいいのってやってみますね。私どんぐらい今全然自分の見ながら書けないんだけど。だいたいこのぐらいですよ、私筆圧。待って、13g あんまいかなくない私。私が平均とも限んないけどさ。こう太くした時15いきましたよね。あ、だから長さん結構いいんじゃないこれ。13から18で平均止まってるから、強く書く時平均40、これやばいでしょ。半紙ぐらいのサイズだったら多分私でマックスのこの太さの時15だったんで、多分15ぐらいでいけるように練習するっていうのがいいかもしれないですよね。長さんすごいこれ発明だと思います。天才。私の小学校アプリで運営してますけど、対面レッスン結構月1ぐらいで全国飛び回ってて、皆さんの書いてる様子とか、持ち方とか見させていただくんですけど、大半の方が筆圧かけすぎ、私が一緒に書こうと思ったら、もうみんなガッチガチで、私が動かせないんですよ。そのぐらいみんな筆圧強いし、自分が思っている以上に筆圧かけなくても書けるっていうのが現実なので、
これいいかもしれないです。この料理用のスケール、持ってない方はこれ買う価値あるかもしれないです。もしかしたら。普通に多分解消書くってなったら、おそらく私の場合 5g とかそのぐらいの筆圧で結構筆圧かけなきゃいけない時でも15ぐらいを目指して書くとか、そんな感じでいいんじゃないかなと思いますね。この送るっていう字より上書けないよね。でもグラム数見えないからね。ハサミで切ってみようかな。ちょっとこれ風でやってみましょうか。風ここ結構いきますからね。いくよ。絶対紙置いてからオンですね。ちょっと待って、ずれるんだけど。ほらね、やっぱ14ぐらいだったね、マックスね、この時もね。A4 のコピー用紙っていうのもあるんで、ちょっと思うようには書けてないっていうのは全然あるんですけど、おそらくそのぐらい目安に練習していただくことによって、筆圧のかけすぎっていうのは防げると思いますし、ただ今の長さんが全然ベストな感じの筆圧でかけてるっていうのも判明したんで、めっちゃ良かったと思います。そりゃそうですよね。この書風見る感じ、普通にベストな筆圧ですよ。だって私この線好きだもん。心地いいんですよね、見てて。重々しくない。もうずっと見てられるみたいな書風でかけてるかなっていう感じがしたんで、適度な筆圧は今の長さん通りで全然大丈夫ですっていうところだと思います。今筆圧ちょうどかけてて大きさが大きくなっちゃうっていうことなんで、文字の引き締まり方が足りないっていうだけですよね。だから最初に説明したように、ここの角度ちょっと改めるだけでも字ってすごく小さく見える。文字の大きさってどう感じるかっていうと、一文字の中の余白の大きさで字の大きさって感じるんですよね。すべての余白が狭くかけていると字は引き締まってすごく小さく見せることができる。ただし字の大きさそこまでいってないのに中に余白を多く取り込んでしまったものっていうのは膨張して見えるわけです。この膨張して見えるっていうのを防ぐためには、一字の中のこの余白っていうのを常に引き締めておく必要がある。常に周りの余白を意識する。急進的に書くところはもうしっかり締めておくってことですね。これがすごく重要になってくるので、左右のこの払いの角度を見直すですとか、この右払いのちょっと下にこの下向き具合をちょっと横に変えるとか、そんなことだけでもかなり変わってきます。これだって字の中の余白が広いからでかく見えてるだけなんで、線が太いとか、全くそういうことではなくって、ほんの少し心尿が内に傾くだけで、全然印象が違って引き締まって見えて字全体も引き締まって見えるようになります。で、鳥はもう実際、ものすごく引き締めて書けてると思うんで、すごくいいと思います。周りの余白が強調されるぐらいの力強さで書けてると思うんですよね。重厚な感じでとても好きです。で、影も悪くないですよ。ただ、この等間隔に余白を処理する、この不白均等っていう風に書道ではよく言いますね。余白をだいたい同じぐらいに取っていこうねって、楷書の基本でもあるかなという風に思うんですけれども、ここの口一つちょっとだけ広くなってしまうだけでも字って大きく見えますからね。一字の中の余白一箇所でも広く取ると字って大きく見えます。これさえ覚えておけば、不白均等も徹底して引き締めて仕上げようっていう心でいるだけで、ちっちゃく見せることはできるかなっていう感じがします。ただ今は基本的な考え方をお伝えしているだけで、一字の中の余白っていうのはこういうところは当然広くなりますし、そうではない箇所っていうのももちろん出てくることは出てくるんですけど、基本的な考え方として余白をそこまで広く取らない方がいいっていうことですね。周りの余白です、それよりも。字の周りの余白が広く取れると、字は一個一個がちゃんと引き立ってかっこよく見えてくるし、そこを大事にしましょうねっていうことですね。筆圧はもう全く問題ない。字の大きさを見直すためには左右の角度を見直しましょう。で、細い線が出せきれないことっていうのもお悩みみたいなんですけど、これも筆圧によるものっていうよりは、ちゃんと起筆置いてないことが原因かなっていう感じがするんですよね。細くしようと思うと、起筆ってちゃんと入れられない。恐る恐るこうゆっくり入れちゃうと思うんですよね。でもそれが太くなる原因なんです。例えばこういうところとか、起筆で筆圧を定めないと、ベターってどこまでも置いちゃうんですよね。優しく置こうと思えば思うほどどこまでも行っちゃうみたいな。なので、細い線ほどピシッと決める。細い線ほど勢いが必要。意外ですよね。なんでかっていうと、細い線の時、打ち込むと、勝手に止まりますから、この筆の弾力のおかげで。打ち込まないから、どこまでもベターっていっちゃう。普通のバネとかでもそうじゃないですか。勢いよくプッて押した時の方が跳ねません？あれと一緒です。強く当てた方が細い線が引ける。ここの概念も意外だったかもしれないので、自分の今までの考え方と置き換えて書くだけでも全然違ってくるかなっていうふうに思いますね。同じ形の線が続く時、いろんなパターンで線を書くことが難しい。これはもうめちゃめちゃ上級者になってくる話ですよね。例えばこの最後の払い3つとかですよね。こういうところは重厚に最後、ちょっと停滞感持って、こういう風に終わるようにする。こう、末端まで気を抜かない線っていうのを徹底していく必要がある。だけど最後の線に関してはやっぱりスッと、軽やかな気持ちで、ゆとりのある表情で書きたいんで、収筆はちょっと遠くまで向かうような気持ちで、筆ごとこう払い抜くじゃないけど、そういう感じがあっていいですよね。こっちは収筆でちょっと留まるぐらいの停滞感を持って終わる。で、停滞感を持って終わる。もちろん次の線にも続かないといけないですから、ここはもう次に繋がる線っていうのがありませんから、もう払い抜く。3本とも同じラインが続く時には、それぞれに表情の変化を加えられるように意識
識するっていうところは、やっぱり書道ではすごく大事なことですね。全部同じだと工夫がないっていう感じもしますし、文字に表情が生まれてきませんから、表情豊かな昇格っていうよりはものすごく大事な視点だなというふうに思います。ただ、これに関しても20分以上の動画が撮れちゃうぐらいの内容になってくるので、今日はここまでにしたいと思います。今回の添削は以上です。はい、皆さんいかがだったでしょうか？すごく面白かったですよね。スケールを使って自分の筆圧測るって、今までやったことあるっていう方少ないと思いますし、ぜひ皆さんも試してみてください。今回半紙5文字の添削だったんで、そのぐらいの字数で書くときには、18g マックスぐらいで目指すと結構いいっていうことが今日も分かったんで、そのぐらい目指して、もちろん書風によっても全然変わってくる部分ではあるかなと思うんですけど、平均とってマックス18ぐらい目指していけば、力んだ字っていうところから、また離れて雅な字が書けるようになったりとか、楽に書けるようになるというか、変わってくると思うんですよね。なのでぜひ皆さんもそういった点で筆圧に悩んでた方は、ぜひ今回のこと活かしてみてください。動画の感想はコメント欄の方でもお待ちしております。今日の動画少しでも役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。アプリで学ぶ私の書道学校、今、秋入学絶賛募集中です。今年最後の募集になりますので、入会待ちされてた方ですとか、気になってらっしゃった方は、今のうちに概要欄の方からチェックしてみてください。定員になり次第募集は終了させていただく予定です。今回も最後まで動画ご視聴いただいて本当にありがとうございました。さようなら。私の書道学校。書道で人生を豊かに。